皆さん、こんにちは。サイバーコネクト2ゲームクリエイターセミナー2021アーティスト編を始めさせていただきます。今回はシネマティックアニメーターの絵作りと勉強方法をお話ししていきます。よろしくお願いいたします。始めるにあたり、まずは自己紹介からさせていただきます。私はサイバーコネクト2東京スタジオでシネマティックアニメーターをしています村瀬大和と申します。開発タイトルは今年の10月に発売された鬼滅の刃日の神血風譚。現在は未発表タイトルを鋭意制作中でございます。略歴になります。専門学校の2年生で CG を学び、新卒としてサイバーコネクト2に入社いたしました。入社して2年目、まだまだ新人です。では、サイバーコネクト2が求めるアーティストにどのような職種があるか見てみましょう。近年のコンシューマーゲーム開発では、ハードのスペック向上に伴い、ビジュアル面でも多彩な表現ができるようになりました。アーティストの一つ一つの作業は、よりプロフェッショナルが求められるようになり、職種が細分化されています。サイバーコネクト2では、アーティストは全8つの職種があります。職種の呼び方は企業により若干異なることがあります。それぞれの職種の役割を理解して自分のやりたいことに合った職種を見つけてください。今回はこの中でも私が担当しているシネマティックアニメーターについてのお話をさせていただきます。本講義の対象者はシネマティックアニメーターに興味がある方、シネマティックアニメーターの勉強をしている初級者の方、キャラクターアニメーターを勉強していてゲームのカットシーン制作にも興味がある方になります。今回話す内容は大きく分けて6つ。将来の道を決める上でぜひご参考に。では、先ほどから登場しているシネマティックアニメーターという言葉、こちらは何なのか、どういった職種なのかを説明します。シネマティックアニメーターとは、ゲーム中に再生されるカットシーンを制作するお仕事です。と言ってもピンとこない方も多いと思います。では、一度動画を見ていただきましょう。カットシーンの一例として、弊社のデベロップメントタイトル、鬼滅の刃日の神血風譚、プレイヤブルキャラクターの日の神炭治郎が放つ扇の動画です。ゲームでありながら、アニメさながらのカットシーンです。他にも、ストーリーの補足説明として挿入されるイベントシーン、物語が破綻しないようつなぐ重要なカットです。先ほど見ていただいたような炭治郎などのキャラクターの必殺技カット、キャラクターの個性があふれた技が繰り出されます。映画のような演出を盛り込んだ重要なムービー、派手なアクション、ドラマティックなシーンでゲームの中でも特に重要なシーンを盛り上げます。こういったカットシーンを制作しているのがシネマティックアニメーターという職種になります。他会社ではシネマティックアーティストとも呼ばれます。このカットシーンを作る上で、演出や絵コンテ、レイアウトからカメラワークやアニメーション、ポストプロダクションまで、絵作りに関わることをみっちりやっています。では、どういった方がシネマティックアニメーターを目指すのでしょうか。アニメーションに関わるところが大きいので、学生時代に CG アニメーターを専攻した方が多くを占めます。実はゲーム会社での CG アニメーターは大きく2つに分類されます。一つはキャラクターアニメーター。主にインゲームモーションと呼ばれるコントローラーを操作することで繰り出される走る、飛ぶ、殴るなどのアニメーションを作っています。もう一方は先ほど紹介したシネマティックアニメーターになります。それぞれ CG アニメーターでも業務内容は大きく異なります。キャラクターアニメーターはカメラが決まっていないので、360度どこから見ても整合性の取れたアニメーション、ユーザーが得る操作感の気持ちよさを追求します。シネマティックアニメーターは映像として心を揺さぶる演出やドラマの演出を最大限に引き上げます。どちらもとてもやりがいのある仕事です。CG アニメーターでゲーム業界に興味のある方は、よく考えて自分に合った道を選択しましょう。サイバーコネクト2のシネマティックアニメーター業務は以下のフローになります。
私が必殺技シーンを制作する扇班に所属しているので、便宜上扇の制作フローでご説明します。シーンの扇概要。どんな技を出し、どういった演出をするかを概要書として作成します。次に絵コンテ作成。ここで大まかにレイアウトを決めていきます。レイアウト作成。3D ソフトを用いて実制作に入ります。そこからモーション作成を経て、エフェクト、ライティングで絵作りします。ここまでで完成というわけでもなく、ゲームへの実装やその後の不具合対応、負荷処理対応もシネマティックアニメーターの仕事です。様々なバグも発生するので、状況によって様々なセクションとの連携も必要となっていきます。映像を作るといってもゲーム制作、チームでのコミュニケーションはとても重要になります。さて、ゲームの映像部分を作るという話をしていきましたが、映画などの映像とは違いは何でしょうか。一番の違いは映像を出力する方法の違いです。配置した映像素材、キャラクターのモデルや背景などをコンピューターで演算して画像として出力する方法をレンダリングと言います。ゲームではリアルタイムレンダリングというユーザーが所有する PC やゲームハードにレンダリングをさせます。一方、映画はプリレンダリングというあらかじめ PC でレンダリングされたものを統合して映像にしています。リアルタイムレンダリングという名前の通り、ユーザー操作がそのまま映像に反映されるリアルタイムでの演算が必要なため、ハイクオリティな映像は表現が難しいのが現状でした。しかし、ここ最近のマシンスペックが上がり、リアルタイムレンダリングでもプリレンダリングと近い表現ができるようになりました。ゲームエンジンで映像制作をするという実例も増えてきています。さらにゲーム特有な点で挙げさせていただきますと、ユーザー視点ではインタラクティブ性、ユーザー操作で努力し勝ち取る演出は気持ちのいい達成感を映像から味わうことができます。そして演出、また見たくなるような演出の数々で何度でもそのゲームをプレイしたくなります。いわばプレイヤーへのご褒美となります。クリエイター視点ではクリエイティブ性、映像では監督や脚本家の意に沿ったカットを制作しなければいけません。クオリティは担保されますが、幾分自分のアイデアを盛り込むのは難しく、個人的には就職時にその点が引っかかってしまいました。ある程度自由に作りたいという意思がありました。ゲーム制作の場合、絵コンテからカメラワーク、エフェクトまで全て関わることができます。作業者自身が演出を変更することも、もちろんクオリティアップが前提なので、一人で判断はせず、必ず上長に判断を仰ぐことはします。つまり自分自身で挑戦する場がたくさんある環境です。クリエイティビティの発揮と繰り返しの挑戦をすることで得られる成長が実感できます。この環境は自分に合っていると思いました。次に CG アニメーションとはどういったことを注意して作っているかお話ししようと思います。アニメーションを作るにあたっての基本でもあるところです。アニメーション12の原則を理解する。アニメーションの意図を明確にする。この2つのことが特に重要です。意識しておくとアニメーションの説得力や厚みが出てきます。まずはアニメーション12の原則。ディズニーのアニメーターが提唱したアニメーションの基礎手法、たくさんありますね。海外のカートゥーンアニメーションからのものなので、フォトリアルだったりセルルックな表現方法の違いによって必ずしも守らないといけないわけではないのでご注意を。この中でもよく使うと思ったものを本日は説明します。この2つです。文字を見るだけでは何が何やらですよね。では動画を見てみましょう。弊社のオリジナルキャラクター CC 中です。かわいいですね。ちょっと CC 中に走ってもらったのですが、この髪の毛にご注目を。少しスローにしました。この髪の毛の根元から毛先までに行くまでだんだんと遅れて動くことによりウェーブを描いています。これをフォロースルーと呼びます。後追いの工夫によって髪や服などの重さを表現できます。CC 中が走ることによって髪の毛が後方に流れる
このことをセカンダリーアクションと呼びます。キャラクターの動きの軌跡を表現できたり、モーションの補強ができます。このように12原則にのっとったアニメーションを作ることで、メリハリのある気持ちのいい動きや物理法則を遵守することで、現実ではありえない CG っぽい動きからの脱却ができます。意識しなくても12原則を守れるよう反芻して制作しましょう。もう一点、アニメーションの意図を明確にすることですが、12原則とは打って変わって、技術的なことではなく、アニメーションを作る前に掘り下げてほしい考え方になります。一つはキャラクターの個性、性別は、年齢は、体型は、性格はなど、内面まで決めておくとアニメーションの一貫性が生まれます。次に何を目的とした動きなのか。人が動くには必ず意味があり、何をするかの目的があります。ペンを取るモーションを作るではなく、手紙を書くために、ひいては大切な人に気持ちを伝えるために経緯の掘り下げをしてみましょう。あとはロケーション。屋内外、公共の場か自宅かで人の心理的にも動きの変化が生まれます。どれだけ掘り下げたかはアニメーションにも出てきますし、見ている人に必ず伝わるものです。次にシネマティックアニメーターになるための勉強方法と題しまして、私が作品選考で評価されたポイントからどのような勉強をして作ったかをお話しさせていただきます。学生時代に制作した作品集デモリールですが、2年生だったこともあり、習熟期間は1年もない状況下で作り始めました。時間がないと思いつつも、とにかく作品をたくさん作って先生からフィードバックをもらっての繰り返しをして作り上げたのを覚えています。当時の選考評価を聞いたところ、1年でこれだけ作れたという点、レイアウトや演出をしっかり理解して見せようとしている点を挙げられていました。CG ってなんだというところから採用に至るまで様々な人から手を借りつつも、やりたいことを一貫して突き通せたからだと思います。そのやりたいことを表現するためにしていた勉強方法を今から紹介します。ジェスチャードローイングです。素描です。モデルのポージングを見て簡略化し、紙にアウトプットしていきます。正確に書く必要はなく、そのモデルから感じたポーズを汲み取り、ラフに書いていきます。体がこわばっているから角を強調するように書いたり、リラックスしているように見えたのなら曲線を意識して書いたりと、記号的に捉えるようになります。たくさんのポーズを書くことにより、このシチュエーションではどのようなポーズが合うか逆引きできるようになります。ポーズの引き出しの多さは武器になりました。とはいえ、働いているとまだまだ足りないなとも感じる今日この頃です。映像はレイアウトで良し悪しが8割決まっていきます。どんなにいいアニメーションでもレイアウトが悪いと宝の持ち腐れに。まずは実写映画などの演出を分析してみると発見がたくさんあります。セルルックなアニメ系をやりたい場合は、アニメを参考するなどして表現したい分野のものを資料として収集すると、作業する上でも効率的に制作することができます。次に映像演出として付け焼け場でも意識して使うとクオリティアップができる演出をご紹介します。まずはイマジナリーラインです。役者と役者を結ぶラインがそれにあたります。このラインは原則としてカットチェンジ時に超えてはいけないものです。カメラ A からカメラ B にいきなり移り変わったとき、画面上の役者の位置が変化しすぎて観客にストレスをかけてしまいます。超えたいときはカメラをぐるっと回り込ませたり、3人目の役者を置いて位置関係を破綻させなくする方法もあります。次にガブレです。カメラシェイクになります。またも CC 中に飛んでもらいました。着地とジャンプの瞬間にカメラを揺らすことで、カメラに迫る圧迫感と相乗して迫力が出ます。実は細かいアニメーションは全くつけていないのですが、これだけでも見栄えができてきてしまいます。以上が今日から使える映像演出でした。まとめに入っていきます。伝えたいことを3つにまとめました。1つは方向性を定めて勉強すること。映像系なのかゲーム系なのか、インゲームモーションをやりたいのかシネマティックか、どうなりたいかを考えた上で動き出してください。
デモリールから一貫性を持たせると、受け取る側も応募者が何を目指したいか伝わってきます。次にシネマティックアニメーターのやりがい。カットシーンの絵作りすべてを担保するセクションとして、アーティストとしての感性や技術力が顕著に出るところでもあります。ゲームでありながら映像のクオリティラインを高く保つために、ハイポリゴンなものなど潤沢に使えない環境下で、手の内にある素材をどう駆使して見せれるかも腕の見せ所です。学生のうちにできること。レイアウトの引き出しとして実写映画が基本となり勉強になるので、楽しむだけでなく勉強する気で見る気持ちで。それからセルルック系ならアニメもじゃんじゃん見ること。アニメ特有の表現はたくさんあります。今日お話ししたことと関連するようなおすすめ書籍などを紹介します。マスターショット100、名作映画のシーンを紹介しながらどういった演出で何を引き立てる目的なのかを説明しています。眺めるだけでも面白いです。ウェブサイトですが、若杉物語という現職のアニメーター若杉さんが運営されているサイトです。ジェスチャードローイングについてもこのサイトで言及されていますし、他にもアニメーター向けに書かれた記事はとてもためになりました。最後にお知らせです。ゲームクリエイターを目指す方へおすすめのサイバーコネクト2の書籍のキャンペーンを行っております。この機会にぜひご利用ください。キャンペーンの詳細は概要欄のリンクをご覧ください。以上でシネマティックアニメーターの絵作りと勉強方法のセミナーとさせていただきます。ゲームクリエイターを目指す方々に少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。